なぜか声が大きくなっていた柚木ゆかりです。なぜか声の小さかった木津のあかりです。あかりさんの声を大きくしてほしいとコメントできていたので、確認したら私の声が倍くらい大きくなっていたんですよね。見えますよ、見えますよゆかりさん。どうせ一番話しているのはゆかりさんですから。愛の手しかしない私の声なんて小さくていいって思ってたんでしょ。いやごめんね。どうしても、ほらあかりさんの声って通るから、気づかなかったんですよ。マイクの設定も、あかりさん仕様に変えておいたので、ほら機嫌直して。まあいいでしょう。で、今回は何で遊んでいくんですか？今回遊んでいくのはザ・ラストジェンロー。最後の元老である西園寺金持ちが内閣を組閣するルートや、コムドン派のクーデターである 2.26 事件で国軍ではなく天皇自ら鎮圧することになったルート。そして今回遊んでいく陸軍高級将校の対立が緩和し、事件が起きなかったルート等を追加できるモッドになっています。どのルートも楽しそうでワクワクしますね。今回遊んでいく事件の回避ルートは植民地を破棄する小日本主義。連合国との間でブロック経済を構築していくのが特徴のルートになっています。アメリカとことを構えなくていいのは少し安心できますね。では早速遊んでいきましょう。このルート最大の特徴である新4カ国条約体制の構築を達成。米英仏に対し新たな4カ国条約の締結を提案していきます。4カ国条約って太平洋の権利尊重、非軍事化を盛り込んだ条約でしたっけ？そうそう、高校の世界史で習ったのが懐かしい。他にもワシントン海軍軍縮条約と中国利権の調整を行った9カ国条約なんかがありましたよね。海軍軍縮条約ならこのゲームでもありますし、昔やった勉強がゲームで出てくると嬉しいものですね。そして私たちが提案した新4カ国条約にアメリカは賛成してくれるようです。これ理由はわからないんですけど、断られることもあるんです。国家方針の取得時期なのか有効度なのか、はたまた確率なのか。新条約体制の確立は一筋縄ではいかないということですね。次はブロック経済構築を推し進めていきます。次は国家方針金本位体制の復帰を達成。これにより米英仏日の4カ国の貿易法が変更。また各国相互の貿易コストが低下する国民精神が追加されます。満州事変以降の日本の孤立がかなり緩和されましたね。まあ相も変わらず政党はファシストが優勢なので連合国には入れてくれないんですけどね。腫れ物に触るみたいな扱いじゃないですか。この世界だと日独伊三国同盟にも加盟しませんし、じきに入れますよ。このモッド独自の面白いところがありまして、徴兵法にテコ入れが入っています。バニラの場合だと大規模徴兵からデメリットがあり、それ以下の徴兵法だと特にメリットもないのですが、このモッドの場合、例えば志願兵では、建設速度、工場出力、造船所出力、訓練時間にバフが入れるようになっています。軍隊規模が小さい間はバフを入れるということですね。そうなんですよ。このルートのイメージって、帝国主義を破棄して国際協調路線、軍縮路線ってルートなんですけど、うまいこと軍縮による産業振興を再現してるなと感動してしまいましたね。しかもこのモッド、アメリカの工業力を抜いた時取れるディシジョンもあり、基本つまらない内政をしていても、ちゃんとロマンを感じれるようにしてくれています。いつもですけど、モッド制作者の方には本当に感謝ですね。次に大陸利権の放棄を達成。満州国は法典軍閥として独立。昔頑張って手に入れた大連も返還します。こらえきれない領土欲がにじみ出ていますよ。やっぱり国が小さくなるのって、どこか悲しいところがありますよね。けど中国から撤退したらアメリカと揉めることもないんですし、国がなくなるよりいいじゃないですか。それはそう。仕方ないので、この後取れる愛国心を3玉に乗せよで経済成長を図ります。欧州で第二次世界大戦が始まり、参戦の打診が来ています。今こそ参戦し、連合国各国に誠意を見せる時ですね。いやどうしたんですか？歯切れが悪いですよ。ほら戦争は欧州の戦争じゃないですか。同盟のためとはいえ国民が納得するのかなって。なるほど。で、本音は？遠いから行きたくないです。じゃあ、同じ同盟国のアメリカにどうしたらいいか聞いてみますか。ほ
ら同盟国のアメリカも行けって言ってますよ。枢軸国の海軍なんてたかが知れているので、負けることはないんでしょうが、あんなところまでの兵站管理が面倒くさいんですよね。往生際が悪い。痛い。さてちょっくら行きますか。欧州はドイツ軍がひしめいているので、まずは地中海の確保からやっていきます。最初はイタリア軍との戦いが続きますね。空母を含む艦隊を地中海ドーバー海峡に派遣し、イギリスが占領したサルデーニャ島から空軍で海軍攻撃を行っています。私たちこそが地中海の覇者となる時ですね。アフリカのイタリア軍の駆逐作戦を続けていると、なぜか中国が奉天軍閥に宣戦布告。中国と連合国との戦争が始まりました。連合国は枢軸国に注視しないといけないですし、タイミング的にはいいタイミングですね。実際問題、中国の奥地まで攻める余裕はないので、奉天軍閥は防衛線だけ築いて放置します。エチオピア戦線は型がついたので、次は北アフリカ戦線。港周りしか補給が通らないので兵站がきついですが、空軍でご利用して進んでいます。太平洋戦線用に作っていた戦術爆撃機がうまい具合に活用できていますね。このモッドの場合、国家方針で建設速度と消費財向上に大幅のバフが入るので、軍需物資にはかなりの余裕があります。地中海の諸島部に空港を大建設しているので、完了次第イタリアに戦略爆撃していきます。海軍を殲滅してから直接乗った方が早いのでは？実は前回アメリカで戦略爆撃を使って遊んでからハマってしまったんですよね。イタリアなんて石器時代にしてやりますよ。中国に宣戦布告されたと思ったら、次は対処戦が始まり、普通にピンチです。欧州に軍の半分くらい送ってしまっているので数が足りていませんね。正直、中国もソ連も海は越えれませんし、放置してもいいかなと思ったんですが、こっちの都合で勝手に干渉国にしたのでかわいそうかなと思い助けています。そういえば、満州国から奉天軍閥になっていましたけど、今満州は誰が治めているんですか？今満州を治めているのは、満州事変で爆殺された張作霖の息子である張作良です。溥儀皇帝陛下はどうされたんですか？国民精神にもいなかったので本当にわからん。溥儀逆が好きな人にはたまらない流れですね。ニッチすぎるだろう。イタリア海軍が浮いてこなくなり、気が済むまで戦略爆撃できたので、パレルモに上陸してイタリアを終わらせます。散々おもちゃにしてこれですか。歩兵師団しかいませんが、イタリア空軍を全滅するまで叩いてあるので、空軍援護でゴリ押せそうですね。海軍、空軍が全滅し、陸軍しかいないって末期感がありますね。私イタリア側がいいです。はいはい、今度ワールドアブレイズのイタリアで遊びましょうね。ワールドアブレイズをパワハラの道具にするのはやめて。じゃあエンドシールですね。それはそれで辛いんだよな。次はイタリア北部に上陸、南部の部隊と包囲殲滅を狙っていきます。イタリアは包囲しやすい形をしてくれて助かりますね。イタリア軍を殲滅次第、ドイツへ入っていきます。30師団ほど包囲殲滅したのにまだ湧いてくるので、ジェノバに上陸し、再度包囲殲滅を狙います。意外とイタリアって師団吐き出せますよね。毒素が悪目立ちしてますからね。とはいえ戦勝点も残り少ないはずなので、さっさと降伏させてしまいます。あの後イタリアが降伏し、ドイツ国境で睨み合っていたんですが、西フランスが参戦したので、ここからなだれ込んでいます。北部に連合国が上陸していますし、1942年中にはドイツを落とせそうですね。結局、1942年中には終わりませんでしたが、ドイツが降伏。楽しい講和会議です。コミンテルー戦は続いているので、負けっこした後に、さらに東に進みます。ソビエトを引き潰して、中国を引き潰して、というわけで戦後社会です。全部直轄領にしたんですね。途中で得れるバフで非中核州の人的資源が大幅に増えるので、すべて直轄領にしています。結局、今回も戦争ばかりしていましたね。戦争をするゲームなので仕方ないんですけど、参戦拒否してもよかったなと思いましたね。さて、世界を平和にしたところで今回はここまで。次回以降もホイフォーをプレイしていこうと思いますので、チャンネル登録していただいて、次回以降も見ていただけると嬉しいです。